はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。星の解説に関しては3月後半もまだまだ星がかなり動きますので、以前アップした3月のエネルギー解説という動画、もしご覧になってない方はぜひご覧ください。この辺に今出てるとこっちかな思いますのでお願いします。はい、では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスキング、フール逆、ワンド7逆、女教皇逆、デビル逆、ペンタクルスクイーン逆、そしてソード9、はい、気をつけることや対策がソードのページとカップキング、そしてオラクルはじゃん、カップクイーンの逆ですね。はい、ちょっと星の解説からねさせてください。まず3月14日の月食っていうのはやはり満月の強いバージョンというふうに思っていただいてもいいんですけれども、こう見えないところでやはり私たちって非常にこの日食とか月食っていうエネルギーをすごく受けるので、本当に目に見えないエネルギーなんですけど、なんだかこう体がおかしいなとか感情的に揺さぶられるなとか眠たいなとかだるいなっていうふうなことを感じたとしたら、それはあまり無理せずにゆっくり過ごすようにしてください。たっぷり寝てくださいね。で特にこの3月14日の月食に関してはなんだかこう自分に対してのこうプレッシャーとか制限とか困難なこととかを感じやすいんじゃないかと思うんですね。でもそういうなんか真面目にこれだけはやらなきゃいけないんだとかっていうことかもしれないし、私こんなんじゃダメなんだって思うことかもしれないし、ネガティブなこともポジティブなことも含め何か自分に対してのこの制限というものがあるがゆえに、そこから何かこう押し出されて次の方向が生まれてくるみたいな感じもあるんですね。それをその今感じているこの3月の中旬ぐらいで感じていることを踏まえて3月29日の日食から新たに決めていく、新たにスタートしていきますみたいな感じもあります。スタートといえば3月20日が春分の日なんですけど、この春分の日から新しい1年を占うというやり方が占星術にはあるように、3月20日もいい区切りなんですよね。ここからスタートしてもいいよなんですけれども、その上で3月29日何かこう宇宙の流れとしてね、こう太陽とか月とか地球がこうピタッと一致するところから新しい流れが始まるねっていう考えもあるということです。で、さそり座の皆さんにとってはこの3月20日以降っていうのはこう日常生活とか自分の体のこと、または働き方、日常のルーティンにすごく光が当たってきます。ですので、今この水星とか金星も逆行していて、なんだか自分の価値が今の職場で私は役に立ってるんだろうかとか、今の仕事を続けてて何の意味があるんだろうかって考えてみたり、健康に自信がなくなってみたりっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、そういったことを踏まえた上で改めて私はこうしたい、この健康な体を手に入れたいでもいいし、もっと働きやすい職場に行きたいでもあるかもしれないし、何か流れが出てくるだろうなと思うんです。で、今の状況の中で何かが光り輝くとすれば、おそらく自分の毎日の時間の過ごし方を変えてみようとか、自分の体にもっと優しくなろうとか、なんか同僚とかみんなと仲良くしようみたいな意識が強まるかもしれませんね。そしてカードで見た時に入り口がペンタクスのキングなので、非常にうまく自分を保ってますねって感じで言われています。状況的にはもちろん何か心配したいこととか気になることとかあるかもしれませんが、でも今の状況の中でしっかりと自分の感覚っていうものを保ち、役割っていうものを認識し、ここまでしっかりと積み上げてきましたねみたいな感じがあるんで、このまま行こうとしている。で全然そのまま行けるんですけどね。ただなんだかね、やはり途中でやっぱりこの自分の意識と自分の存在と、例えば外側に流れあるこの自分が生かされているこの環境とって言っただけで、今外側の流れではその日食月食があって何かをリセットしましょうとか気がつきましょうみたいな流れがあるので、特に3月29日以降っていうのはそのちょっと自分が躊躇していたことに対して挑戦していく流れ、なんかそこを押されてるんですね今この春は。なので今までもちろん頑張ってきた、コツコツやってきた、このいい積み上げてきた何かはあるけど、
どうしますかっていうお問い合わせがやっぱりさそり座さんにも来てる感じがしてて、やっぱりここでフールとかデビューの逆が出てるっていうことは、もちろん今のままでもいいんだけど、行こうと思えば行けるしいいんだけど、本当にそれでいいのかなっていうことでちょっと立ち止まってみて、ご自身で考えるんじゃないかなと思うんです。っていうのは、なんか持続するとか今この状態を保つことってなんだか少しずつ後退してるかのように感じるかもしれませんね。何でもそうですけど、動き続けなければ進んでるように思わないですよね。止まってたらなんかこう後退してるように感じますよね。人っていうのは成長してないとかもそうだし、自分たちの体も日々刻一刻とやっぱり成長しているので、成長の証として老化っていうものがあったりするわけですけど、なんとなく感覚が後退してるかのように思う。だからこそ何かここで新しくしたいとか何かを変えていきたいという思いがあり、そのアイデアはすでにさそり座さんの中にあるって感じがするんです。ここで女教皇が出ているので。ただ決断しますか、どうしますかっていうことに関してはちょっと決断するのにはもう少し時間をかけたいなっていう感じがありますね。そしてただここから先、特にこの月食の後3月15日からまた彗星が逆行したりとかして、もう一回ちゃんと考えてみようとかね、もう一回前のことを掘り起こしてみようとかっていうのもあれば、これからの自分のことを考えて、前に誰々さんに言われた何かっていうのは気にせずに自分のマインドで自分の意識で決めましょうって思ったりとかっていうことで、いろんなこう動きの中で自分のこだわりを外していくとか、とらわれていた思いを外していくっていうふうに出てるんですね。だからこれはとてもいい日食月食の生かし方だなと思います。これ生かせると思いますよ。そしてその後にペンタクスのクイーンということで、じゃあこれをゆっくりと温めていこう、じゃあこれをゆっくりと確かめていこうみたいな感じで動き出すんですけれども、やっぱりまだ確信というか確定ではないので、ご自身の中で本当に大丈夫かなっていう不安とかっていうのは出てくるかもしれません。でもそれは自分の思い描いてるだけの不安であって現実ではないんですけれどもね。なので一番言われているのは、チャレンジとして言われているのはこのカップクイーンの逆なので、カップクイーンというのはものすごくそう感じやすい、いろんなことを感じて自分の中から愛が溢れてくるっていう感じ、他の人の愛も受け取るよう、優しさも受け取るようなんですけど、今ちょっと逆位置になっているということは少しナイーブな状態なので、このナイーブな状態の中でご自身の大事なものとか、これからやっていきたいこととか、こうありたいって思いをどれだけ温めていけますかっていうのがこの後半のテーマっていう感じがします。で非常にそれを応援してくれる人がいるんですね。カップのキングがいるし、なおかつアイデアもどんどん湧いてくる、情報は入ってくる。なのでどうしていけばいいかという道も分かってる。だけど気持ちだけがなんだか不安なんだとか、本当に大丈夫かなっていう、何か自分自身にゴーサインを出せないみたいな、そういう葛藤っていうのはあるかもしれません。でもそれがまさしくこの日食月食の動きなわけです。この中で何を感じたか、そしてどうしたいかっていうのが次につながっていくっていう感じですよね。ただね、さそり座の皆さんもともと体強い方多いかもしれませんが、やっぱりメンテナンスはすごく必要です。今年の5月末ぐらいからね、体のことっていうのはちゃんと見ましょうっていうのもあるし、なあなあで来てきたことっていうのもちゃんと解消しましょうっていうのもあるし、仕事とか働き方っていうのも本当にちゃんと見直しますよねっていうのがやっぱり今年の初夏にあるので、その前にやっぱり今この3月の末ぐらいにちゃんと自分で整理しておきましょうと。どの方向で行きますかっていうことは整理しておきましょうと言われてる気がします。いかがでしょうか。なんかちょっとすごく漠然としてますけど、通じましたよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。これ踏まえて上でお仕事見てますね。仕事運は3月20日以降あるわけです。あるからこそどうって感じですよね。ペンタクスの9、ペンタクスの7、運命の輪、チャンスやっぱあります。3月20日以降特にあります。でもあるからこそ、今の職場でやっていくんですかとか、今のままのやり方を続けるんですかっていうなんかお問い合わせが来てる感じがしますね。でチャンスがあるからこそ確かにそれは続けていけるし、このままいっても全然うまくいく感じはあるんですけど、なんとなくご自身の中で今のことできるんだけど、でもなんか不満足とか、でもなんだかちょっと違う気がするんだなっていう、何か後ろ髪引かれる思いだったりくすぶる感じがあるんですよ。でそれを解消するためにタイミングを見て動こうとか、
じゃあ今がチャンスなら今のうちにこれをしとこうみたいな計画を立てていくかもしれませんね。フールの逆が出たりデビューの逆が出てる、何かのこだわりを捨てていくっていう感じがあるんです。でまだちょっと不安っていうのはありますが、今はだってもう外側がこんだけいろいろごちゃごちゃしてる時だから、自分もすっきりっていうのはなかなか難しいので、その中で何を温めていきますかっていうテーマじゃないですか。なのでお仕事は続けていけます、頑張れます。でもどうしようか、タイミングを見計るぞっていう感じですね。そしてちょっと人間関係見てみます。人間関係、ソードの6、ワンドの6、ジャッジメントということで、何か人間関係に関しては無理に進めようとしなくても進んでいくし、今はなんか合わないんだなって思う人とは合わないし、そうかと思ったらなんかいきなりいい知らせが来たぞみたいなのもあったりとかして、結果的には関係性っていうのは復活するっていう風に出てるんですね。ですから復活させたい関係がある方にとっては不安だったかもしれないけどうまくいくよっていう感じです。なんかもう一回会うんですねって感じがします。でちょっとこれ今一般的な人間関係で見たんですけど、恋愛に関しては本当にすいません、もうちょっとお待ちください。来週ちゃんとアップしますので少々お待ちくださいね。でも一般的に見ても関係性っていうのはいい、無理にこちらがどうこうしなくてもちゃんとうまく流れていき勝利っていう感じが出ているので、自分にとって関係性の勝利ってどういうことかなっていうふうに思ってもらったらいいんじゃないでしょうか。ということで、これ踏まえた上でちょっと気をつけることを見させてください。ちょっと別のねカードで、セルフセラピーカードで見てみたいと思います。気をつけること何なの？さそり座の皆さんが気をつけること、さそり座の皆さんが気をつけることなんだろう。はい、なんか無意識的に、これ一応ね過去性というカードなんですよね。無意識的にだから同じパターンを繰り返していませんかというお問い合わせが来ております。なんだろう、過去性というカードですけれども、別に過去性でうまくいかなかったことをもう一回今回クリアにしようと思ってやってるのかもしれないし、または今世の中でも同じパターンで繰り返されていることありませんかっていう、だからそのループを断ち切りたいのかなって感じはしますけど、どうしたらいいのっていうことで、方法っていうので見た時にこのトゥルースというカードが出てきてます。真実のままのあなたで歩いていってくださいっていう感じです。これは余計な役割とかね、立場とか気にせずに本来の自分で歩いていってねって言われていますよ。それができたらどうなんでしょうか。与えられるものを見てみますね。与えられるものはサクセス、成功。何を成功するんでしょうか。どんな成功を今自分が思い浮かんだでしょうか、思い浮かべたでしょうか。それが入ってくるってことですよね。そして最後見てみましょう。はい、グレイス。すごいなんかこれ今回よく出るんですよね。大いなる自分とこの生涯との自分がつながってちゃんと世界が開かれていくよっていう感じがします。はい、でこのカード全部見えないわっていう方はですね、私のホームページの方で全部写真を撮ってアップしていますので、よかったらホームページのさそり座さんのところを見ていただいたら出てきます。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら通じたよとか分かったよ、受け取ったよって方はいいねボタンやコメントで教えてください。ということでまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。